皆さん、こんにちは。刺繍イラストレーターの工藤です。好きなフレームとイニシャルを組み合わせて刺繍するアイディアブルライト。今回のテーマは猫と春の花。4つあるフレームの中からお好きなものを選んでくださいね。まずはスマプリに図案を写していきます。必ず水性ペンを使用してください。スマプリについて簡単に説明しますね。透明なシールに水性ペンで図案を写し、刺繍をしたら水につける。すると図案が溶けてなくなってしまうんです。フレームとイニシャルを一度に書き写せないアイディアブルにはなくてはならないアイテムです。フレームが終わりましたね。巾着に貼っていきましょう。巾着に折り目をつけて目安にするとやりやすいですよ。位置は中央よりちょい上がおすすめです。下の方は刺繍がしづらくなるので注意です。次にイニシャルを貼りましょう。フレームの真ん中ら辺に来るように。斜めにならないよう慎重に。貼り終わったら刺繍枠をはめます。ただの木枠を巾着の中に入れ、ネジのついている方を外側からかぶせます。ネジを締めて布がピンと張るように引っ張ります。それでは刺繍を始めましょう。まずは花をサテンステッチで仕上げます。刺し始めは波。面を埋めるステッチは刺し始めを図案の中に作ります。後々隠れるのでほどける心配はありません。面を埋める前に図案の線をアウトラインステッチで囲います。1針2、3ミリくらいの長さでステッチしてください。カーブの内側に針を入れると丸みを潰すことなく刺繍できますよ。上のギザギザは線が短いのでバックステッチに変更です。囲み終わったら糸を渡して面を埋めていきます。花を3つの山に区切ってギザの頂点から始めます。頂点から左、頂点から右という感じで山を描いていきます。端の丸みは意外と長い線で終わります。アウトラインステッチが見えるかな見えないかなくらいです。サテンステッチはきれいに刺繍できるとその名のごとくサテンのような艶が出ます。糸がねじれないように注意しながら刺繍してくださいね。刺し終わりは絡める。ス
テッチした裏糸に数回絡めてください。この時、糸と布の間に針を通すのではなく、糸を割るように針を通すとほどけにくくなりますよ。次は葉っぱをアウトラインステッチで描きます。刺し始めは玉結び。一本取りなので玉は大きめに作ってください。ステッチ1本目はここ。後々玉結びの玉が邪魔になるため、ここからスタートしました。中心の線を1針3ミリほどの長さでステッチします。外側の曲線は2、3ミリほどでステッチしてください。刺し終わりは絡める。ステッチした裏糸に数回絡めてください。線のステッチなので多めに絡めておくと安心です。最後に文字をアウトラインステッチで仕上げます。まずは猫要素のあるネイビーから。刺し始めは玉結び。先にストレートステッチで目を刺繍してしまいます。刺し終わりをせずに続けてアウトラインステッチへ進みましょう。右側のちょろっとしたカーブ、どんなに短い線でも3針入れてあげると落ち着きます。耳の部分はバックステッチに変更。左右の大きさが同じになるよう注意しながらステッチしてください。またアウトラインステッチに戻って色の切り替わりに来ました。真ん中より少し進んだところまでステッチして刺し終わります。刺し終わりは絡める。ステッチした裏糸に数回絡めてください。線の刺繍なので多めに絡めておくと安心です。ピンクに変えて続きを刺繍しましょう。また玉結びでスタートです。ここで注意です。色が切り替わったと同時にカーブの向きも変わりました。ですが針を入れる位置はネイビーと同じ方向にしてください。アウトラインステッチの決まりとして、カーブの向きが変わっても針の入れる位置を変えてはいけないがあります。ネイビーのカーブより気持ち1針を短めにすると丸みを潰すことなくステッチできますよ。最後まで来ましたね。刺し終わりは絡めるです。ステッチの裏糸に数回絡めてください。多めでお願いしますね。他の文字も同じように刺繍してください。R にポイントがあるのでそこまで早送りしますね。その間に今回の図案の裏話をお話しします。私は刺繍の中でも文字の刺繍が好きです。
きあらば文字の図案を書くのですが、今回のシリーズではこのチューリップのフレームに入れ込みました。どんな言葉にしようか迷いましたが、無難に春を意味するスプリングにしました。チューリップでも良かったかななんて思っています。あ、早くも R のポイントまで来ました。話を中断して足の丸みを解説しますね。ここのカーブ、とっても小さくてやりにくいですね。一針を細かくステッチするだけではちょっと難しいです。なので糸を引くとき、今までより気持ち緩めにしておきます。布から糸が少し浮いてるんじゃないかってくらいの緩さです。次に糸の下へ針を入れるとき、ぐいっと糸をどかします。このどかす余地を残しておくんです。どうでしょう、うまくできましたか？かわいい猫の足を思い浮かべながら刺繍してみてください。そうすればきっと乗り越えられます。また早送りして話の続きをしますね。この猫文字なんですが結構気に入っていて、他のアルファベットも作ろうか迷っています。もし作ったとしたらですよ、欲しいと思いますか？まだ全然作ってはいないんですが、パッと想像するに J、L、X、Y、Z あたりが難しそうです。逆に言うとそれ以外の文字はこんな感じっていうイメージができています。耳と目と足の他に尻尾もデザインに組み込めたらより可愛くなりそうだななんて思ったり、刺繍図案として配布するかフォントとして配布するか迷いますが、ご意見伺えると嬉しいです。他にもこんな配布方法はどうかなどコメントで教えてください。そろそろ終わりが見えてきましたね。水につけてスマプリを溶かします。洗面桶などに水をため5分ほどつけます。冬場は少し溶けにくいのでぬるま湯がおすすめです。5分経ったら流水でもみ洗いします。溶け残りがないようによく洗ってください。触ってぬめりがないようによく洗います。軽く絞りタオルで水気を取ります。シワを伸ばして干しておきます。乾かした後にアイロンを当てて。おめでとうございます。これでフレーム猫とチューリップの完成です。他にも3つのフレームがあります。自分用にもう1つ、友達へのプレゼントに。ぜひ他のフレームも刺繍してみてください。あ、イニシャル用のアルファベットも解説しています。そちらもぜひご覧ください。それでは楽しい刺繍ライフを。